ハッピエストセルフ、好きな自分で生きる、ニューヨーク流新しい生き方。自分を愛する気持ちを呼び覚ましましょう。新しい自分に移行する。それはサインです。自分の視界に入ってくる風景が、ある日急に古ぼけて見えてくることがありませんか？なんとなくやりきった感じがしたり、同じところで止まっている気がする。自分の人生何かが違う。そんな感じがするとき、それはあるステージをクリアしてしまって、新しい自分に移行しようとしているからでしょう。自分で選んだ人生を毎日丁寧に生きていても、何か物足りなく感じるのは自分の目標をアップデートしないままでいるから。自分ではそのつもりはなくても、いつの間にか古い自分とか仮の姿の自分になってしまう。そうすると、なんかピンとくる感覚が鈍くなってしまいます。なんかピンとこない毎日で、このままでいいのかと不安ばかりになってしまう時というのは、不本意ながら自分が望んでいない環境に仮の姿でいる状況に陥ってしまっているからかもしれません。職場と自宅の往復だけで自分が好きな場所に足を運ぶこともない。自分が好きなタイプの人たちと交流することもなく、特にお気に入りでもない無難な服を着て、特に好きでもない仕事をしている人。そういう人がこの仮の姿に陥りやすいのです。本当にやりたいこと、本当に住みたい場所、本当の自分が分かっていて、それが自分と接する人たちにも伝わるような生き方が本当の幸せの軸になっていくのだと思います。好きなことをちゃんと真面目にやっていれば人生なんとかなる。そう信じて最初の一歩を踏み出すと、魂に導かれて自分が求める正しい幸せへと向かって進んでいける。これは絶対と言ってもいいでしょう。好きなことをしている時にインスピレーションが湧いてよりクリエイティブになれるからです。そして自分が好きなことに導かれる生き方には迷いはありません。好きでやっているのですから。好きでもないことを毎日やっていると、あまり美味しくないものを食べ続ける人生みたいになってしまいます。食べるものに無頓着な人でも、何かすごく美味しいものが食べたいとたまに思うでしょう。その美味しいものが高級なキャビアなのか、大切な人が作ってくれたスープなのか、人それぞれだと思うのですが、人生の美味しさは魂が満たされないと味わえないのだと思います。人生の美味しさを知っている人とそうでない人では魅力の発し方が違ってきます。本当の意味で魅力的な人というのは人生の素晴らしさを知っている人なのです。自分が好きなことに導かれる生き方はいつも恋をしているようなものです。こんな好きなことばっかりしてていいのかなと思える人生が最高なのです。It's up to you. 自分次第。サイキックカウンセラーとして、歌手として、ニューヨークの街に長年住み続けている私ですが、It's up to you. 本当にその通りだと思います。ニューヨークは自分次第で街の様相やこの街が与えてくれるチャンスが一変するのです。ニューヨークには世界各国からあらゆる層の人が集まってきています。皆それぞれの自分が求める生き方、最高の幸せを追求するためにここに住み続けています。保守的な地域だとはみ出してしまうタイプの人たちでも、ここで自分を生き切ることができる。そして自由に自分を表現できる。誰かに求められる自分になろうとするのではなくて、自分が求める自分になれる。渡米して37年、サイキックカウンセラーとして数えきれないほど多くの人々の人生を見て、転機を予言し、助言してきました。そんな私がカウンセラーとして判断の良し悪しの決め手にしているポイント、本当の幸せをつかむヒントをお伝えしていこうと思います。こんにちは。ハッピケンことハッピー研究所の翔です。今回はハッピエストセルフ、好きな自分で生きるニューヨーク流新しい生き方という本をご紹介します。自分らしく生きる。そうありたいけれど、実際は自分の優先順位って結構下の方だったりしますよね。でもこの世界には好きな自分で生きることを体現する街があるんです。それがニューヨーク。昔パープルタウンという曲では、ニューヨーク、愛する気持ちを呼び覚ます街ね。
と歌われていましたが、自分の好きを大切にする生き方、憧れるじゃないですか。きっと考え方がガラリと変わるはずですよ。著者は原田真由美さん。ニューヨーク在住のサイキックカウンセラーで、その人の人生の出来事の意味や将来性を分析するセラピー的な効果のあるリーディングを特徴とされています。それ以外にもアーティストのボーカルプロデューサー、シンガーソングライター、著書累計100万部を超える人気作家など、実に様々な顔を持たれております。そんな彼女が好きなことで自分らしく生きるための方法、好きな自分で生きるコツを教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。自分の好きなことを磨く生き方が人をもっと魅力的にする。誰にでも得意なことや好きなことがあるでしょう。私は本当に何もできないんですという人がいますが、特に得意と思えることがなくても、これはいくらやっても苦にならないということがあるはずです。あなたの中で心がキラリと輝くような感じがすることって何でしょう。よくわからないという人は次のようなときめきのパズルをやってみてください。魂、直感、〇〇。この〇〇に入れるとしたら何ですか？何をやれば直感が冴えそうな感じがしますか？英語、パソコン、ゲーム、動画編集、教育、ゴルフ、料理、ウェルネス、人の役に立つことなど何でもいいです。魂を磨き、直感を磨き、自分の好きなことを磨くと考えてみてください。それでぼんやりとでもいいから見えてきたこと、感じられたこと、興味が湧いたことをすぐにやってみてください。これは今現在はありえないと思うような可能性をつかもうとするときに必要なのです。直感でしか出せない答えがある。サイキックカウンセリング中にも自分の道を切り開くにあたってどうして直感がいるのかと聞かれることが多いです。確かにこれだけ情報の多い時代、直感なんかを使うよりネットで検索すれば解決できることがいっぱいあります。目を閉じて耳を澄まして感覚だけで横断歩道を渡ろうとするより、目をしっかり開けて青信号の時に道を渡る方が確実なように。キャリアを積むにあたって直感なんかよりやるべき勉強をきっちり進めていくしかない。とにかく学歴を積むしかない。そんな風に考えるのは当然のことと思います。でもそんな道を進む場合でも直感でしか出せない答えがあります。例えば組織の中で自分が望む通りに才能を発揮できずに行き詰まった時、直感でしか出口が見つけられなくなるのです。そしてこの直感を正しく使うには、魂を磨き、直感を磨き、自分の好きなことを磨くというのを習慣的に積み重ねていくことが大切なのです。今いる職場で上に行きたくてももうそれ以上行けないとか、社内で移動する先がなければ、現状を維持しながら何か新しいチャンスにつなげていけるように、自分が好きなことでスキルを磨きましょう。自分の希望通りの進学ができないとき、自分の好きなことを手がかりに他の道を探しましょう。その時に自分の魂と直感が磨かれていないと、欲や不安に駆られて安定しそうな方に引き寄せられてしまい、自分がやりたいこととは全く違う道を選んでしまうことになりやすいのです。人には必ず好みがありますから、それを熟知してください。それがあなたの道しるべとなります。自分は何が好きなのか、どういうタイプの人が好きで、どういうルックスの人に惹かれるのか、どんなファッションが好きで、どんな音楽が好きで、どんな食べ物が好きで、どんな場所が好きなのか。進むべき方向に迷った時は、自分が好きかどうかで決めるのが一番シンプルです。その時好きだったからで構わないのです。好きで選んだことが思い通りの結果につながらなかったとしても、
その時それが好きだった理由の中に本当に求めている結果につながる鍵があるはずです。迷った時は好きなことをやるという結果の出し方をすればいいのです。すると情熱という活力が出てきます。これが成功のもとです。未来より今を見極めることが大切な時代に突入。運が悪い時は今のことだけを考え、運がいい時に未来を考える。つまり、状況が悪い時は今どうするかだけを考えて、状況がいい時は今を楽しみながらその先の可能性にアンテナを張り巡らせる。これは当たり前のようですが、これが逆になってしまうことがあります。今現在の状況が悪い時には先のことを考えて焦る。そんな経験があなたにもありませんか？状況が悪い時は、まずは状況が悪くなった原因を止めないといけません。それまでの方法や考え方ではうまくいかなくなったのですから、それを変える時が来たということです。お金の問題が発生した時は出費を止める。仕事が見つからない時は業界にこだわるのをやめる。一時的でいいので問題の原因を止めてみるとさらりと解決したりします。そしてもっと可能性が広がる方向に進んでいくためにどう方向転換できるか。自分で考えられる範囲の可能性だけではなく、直感も使ってこれまでやってこなかったことについて考えてください。何をやってこなかったでしょう？何が抜けていたでしょう？あえてやってこなかったことで今必要なことはありますか？また、物事がうまくいっているときは先の見通しが良くなるので、次の可能性を考えるチャンスです。運がいい時にしか発生しないチャンスというのがありますから、これをつないでいくのです。私がサイキックリーディングをするときは、こういうことを探って浮かんでくるイメージを言葉で表現します。運は上がる、下がる、そして合わさる。肉眼で見えないものを感じようとするのをめんどくさいと思う人もいるかもしれませんが、今の自分は運の上昇気流に乗っているか、下降気流に乗っているか、それを常に感じてください。上昇気流に乗っているときは、すべてにおいて物事がタイミングよく進みます。下降気流のときは、次から次へと物事が遅れたり、止まったり、壊れたりします。運は上がったり下がったりするものですから、自分が悪い選択をしていなくても下降運にぶつかることはあります。なんか嫌な感じがするという気配を信じてください。下降運にぶつかったと思ったら、しっかり今後の計画や身の回りのことを調整して、心も体もいいコンディションで次に来る上昇気流に乗ればいいのです。人生のメンテナンスの時だと思いましょう。人間関係が急にうまくいかなくなったり、体調を崩したり、職場で嫌な思いをしたりすると、急に運が悪くなったような気になってしまうかもしれません。でも、例えば、連絡がつかなくなった人は無理に追いかけなくていいでしょう。便宜上の付き合いだったのかもしれません。病気が発覚したら治療に専念する時だと思ってください。仕事がうまくいかなくなったら、もっと先の将来のために軌道修正をしてください。人生の休養期間、延命メンテナンス時期は誰にも必ずやってきます。不満だらけ、不機嫌、暗い。そんな人が集まっている場所は避けましょう。自分の運気を上げるには、自分の気分を上げるところから始まります。これは誰にでもできることですね。自分の持っているいい運と他の人のいい運を合流させられると、運はさらにパワーアップします。上昇運に乗っている人と仲良くして、運を大切にしている人と一緒に仕事ができるようにするのは大切なことです。ポジティブなエネルギーと愛は、いい運に勢いをつける燃料です。自分で行動して生み出す運は火種のようなもので、これを動かすのは他の人の運や世の中の流れです。まずは自分でいい運、いいエネルギー、愛を生み出して、それを与えるべき人に与えましょう。本当に付き合うべき相手なら、きっといい運で返してくれるでしょう。そうしてさらに大きな幸運を発生させてください。運を読む感覚をつかみましょう。あなたはどれだけピンとくる、来ないの違いを体感しているでしょうか。ピンとくるか来ないかで判断している人は多いと思いますが、慣れすぎてしまって、ピンと来ていたのに無視してしまうとか忘れてしまうことがあります。ご自分の行動をチェックしてみてください。
これがチャンスだと思った瞬間に行動でき、自分が思った通りの成果を出せているか。今だと思いながらもどうしても動けないことがないか。自分にとって大事な人にたまたま出くわしたとき、とっさに声をかけられるでしょうか。気に入った家が見つかったときに思い切って引っ越しを決断できるかどうか。これだと思っても結局は何もしないままのこともありますね。サイキックリーディング的には魂のブレーキがかかったのであれば一旦停止という判断で問題ありません。でも慎重すぎて習慣的にブレーキをかけてしまうこともあります。それでチャンスを逃したときはさらに心の準備を重ね、イメージトレーニングして次のチャンスを待ちましょう。イメージトレーニングとしてできることは、まず自分の目標を思い浮かべます。そしてそれが叶う瞬間をイメージします。それがぼやけていたり、遠く感じたり、ピンとこなかったりすると何か条件が足らないということです。何が足りないのか、さらにイメージしてみましょう。タイミングや場所や環境が今は合わないかもしれないので、目標を修正し、他に可能性がないかもイメージしてみましょう。何事も今だと思うときは、それに従って動くだけでも運を試す練習になります。今だのチャンスを逃さないコツ。もう少し早く決断すればよかったと悔やむことありますよね。例えば、新しいプロジェクトに手を挙げたかったのに迷っていたら違う人に決まってしまったとか、好きになった人に告白するかどうかで迷っていたら相手に恋人ができてしまった。しかも後から聞いたら相手も自分のことを好きだったみたいなケース。逆にもう少し待てばチャンスをつかめたのにみたいに早まった判断をしてしまうケースもあります。タイミングのズレも何かの警告として捉えた方がいいと私は思いますが、でもやっぱり狙っていたものを逃したようなボタンの掛け間違いみたいなもどかしい気持ちになるのもわかります。こういう時にタイミングよくいい運に乗るにはどうすればいいのでしょう。タイミングを読もうとする時の今だという感覚は本当に瞬時に起こります。ですからその瞬間にとっさに行動しないといけない。ボタンを押す、返事をする、声をかける、意見を言う、名乗り出る。これらの動作を瞬時にできるようになるには、チャンスが来たらとにかくゴーと普段から何度も自分に言い聞かせて心構えをしておく必要があります。そうしないとどうしても動けなかったという結果になりやすいのです。今すぐできなくても気にする必要はありません。何度か失敗を繰り返して悔しさを覚えれば、今度こそチャンスが来たら掴むぞという決意を固めることができるでしょう。幸運にぴったりとタイミングを合わせる練習。タイミングよく運をつかむ練習はバスを待つ時がおすすめです。バスを待つ練習は時刻表を見ないでバスが来るタイミングで自分がバス停に着くように練習します。最初はなかなかバスが来なかったり、目の前で乗りたかったバスに乗りそびれてしまうこともあるでしょう。そこでイライラしたりタクシーに乗ってしまうのではなくて、次のバスを待ちながらバスをミスったからこそぽっかり空いた時間を有意義なことに使いましょう。私は隙間時間にオンラインセミナーを聞いたり、何かの予約や購入、支払いなどの雑用をすることにしています。待ち時間なしに毎回タイミングよくバスに乗れるようになったら、これを自分の幸運をつかむタイミングに当てはめていきます。人に出会うチャンス、仕事が回ってくるチャンス、あなたみたいな人を今ちょうど探してたと言ってもらえるようなチャンスを狙いましょう。バスを幸運に例えるのは、自分の目の前をタクシーや自転車やバイク、自家用車などがスイスイ走っていくのを見て、他のみんなは進んでいるのにという焦りが無意識に発生する。そういった焦る感覚が生まれるところもあるからです。電車で練習する場合は、自分がホームに着いたタイミングで電車が来るとか、扉が開くとか、そういうタイミングを狙って動いてみてください。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？誰かに求められる自分ではなく、自分が求める自分であることが優先される街。ちょっと想像つかないですよね。でも本書を読むと、本当にやりたかったことをやっていいんだ。いや、今やるべきなんだって思えるんですよね。
そしてそんな入浴的な生き方に加えられる原田さんのサイキック的なアドバイスもとってもいい感じなんですよね。現実とスピリチュアルのいい調和を感じられるんです。読めば必ず勇気と元気をもらえる本。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。